家准备要开始看《来自深渊》第二季了。第一季看的我还是非常喜欢的，虽然也很虐心，但是真的是给我带来一种非常不一样的体验。我也对他的故事内核非常的有兴趣吧。上一个电影里看到的波多尔多也真的是一个非常复杂的角色吧。接下来那些白敌们估计也都不是什么好惹的角色。但是现在有了纳奇，当然还有普鲁修卡，他的这个加入，立刻他们小队现在是日益壮大嘛。在电影里面，他们3个人也体现出多次就是非常棒的配合，很期待他们新的冒险，包括他们3个人更多的一些温馨的日常吧。每次看到他们之间的这种羁绊和他们的意志，都让我也充满了力量吧。这是那个罗盘吗？就指向深渊的底部。この羅針盤が起立するところにそれはある。身寄りのない自分を引き取ったこの男は、天哪！我想到了亚尼。ろくなものではなく、自分の経歴でただ一つ。这是在干什么呀？ことのたびに聞かせてきたので。神经。よく覚えている。ある凪の日、沖合まで漁に出た時に、洋上で煙を上げる船を見つけたそうだ。火の手もないのにくすぶり、煙を吐き続ける遺体。両断されたままうごめき続けるもの。就跟奥森的那个无头尸体似的。船室の奥、人の状態をとどめているものが一人だけいた。けど彼は。这个人不会是在电影里面，不是之前跟雷哥他们遇到那个その羅針盤が起立するところにあるものだ。阿比斯。そこまで続くどうもない一国の私は見られなかった。他也想到底。黄金鏡はある一国の黄金箱。すてよ。そいつこと切れちまって。なあ、いいだろう。なあ、おい、お前とは違うんだ。なあ、おい。私は自慢話だけのお前とは違う。準備をした。そのために、そのために、そのために。いや、ただ求めただけだ。誰も私を知る者がいない場所へ。黄金鏡はよ、クズでも黄金に変えてくれるんだってよ。使い古しのお前でもよ、こんなクズ肉でもよ、持っていったら変えてくれるかな。いなくなってもなお響くあの声が消えてくれる場所へ。いくら訓練しても。这种船也让我想到了阿比斯大断崖那里被卡住的船，他们等于说是从外地到奥斯那边去。体調のワズキャンは今日も船底から虫を捕まえてそのまま食ってる。病の予防だという。加えてこの水平線、視界から消えて次の瞬間視界を覆う。
けには困らない。いいね。何もよくねえ。履き慣れてきてる。貴重な食料。気にしない。鉄板ならあと1ヶ月分あるよ。それにもうすぐだよ。星の羅針盤が喫立する地点。この風狂う未開の海で、それだけが頼りだ。これ自分が持ってっていいのかな。当たり前じゃん。今や君も我々ガンジャの三剣だ。君がその羅針盤持ってきた時さ、運命感じたんだよね。ほんとマジで君こそが我々の道しるべさ。心配するな。僕が信じることは当たる。もうすぐだ。いやマジで。じゃあネズミ捕まえてくるわ。気にするな。ピラフ。軽薄なわけではない。分かっていると思うが、彼の体感している心理を言葉にする方法を彼も我々も持ち合わせていない。だから普段はああなのだ。最初はただの思い込みだと高をくくっていたが、本物だ。有预知的能力是的吗？所以他们这里应该不是讲什么笛子的颜色，而是另外一种排序。哦不，宝贝。发现美的眼睛，他的眼神真的很坚毅呢。哦，让我想到了米蒂的眼睛。它类似于是医师一般的这种职能。我々とジョミの船しか残っていない。わずか見ろ、ジョミ、戦争の海だ。おそらくピラフ、わずきゃ羅針盤が。就在这下面。不可深海域のことをあれが奥斯。哇、这一出来我鸡皮疙瘩就自动起来。
我也很期待这一季的音乐呢。这个时候奥斯城好像还没有真正的建立起来呢。其他国家来的。バズキャン、こいつらは情報になかったぞ。いいね。これこそ冒険の醍醐味。这是奥斯土著民。贝拉夫好帅なるほど、不思議な文字だな。これが大穴か。始まへん。もう。どう？かつて来た者たちが横暴を働いたようだ。情報を渋られている。别的国家也来过。あれ。何？ベラフ、その人なんて言ってるんです？大事な。大事なもの。数奇の姿。その羅針盤と引き換えなら手助けは惜しまないと。どうぞ。いいのかい？君が見つめ続けた首輝であり宝物だ。もういい。見つめる先は闇の中。ほう。自分、私は探しに行きたいから。誰も見つけたことのない光。大きい。本当にこんなところに住んでる人いるの？黄金都市。原住民たちは鐘楼と呼んでいた。意味は？帰らずの都。決して戻れぬが黄金都市は実在する。就是在海下面那一层。哦，小跟班儿。どうしたの？この子、ついてきちゃったみたいで。何？めっちゃ嗅いでくる。失礼するよ。この入れ墨。生傷も新しいな。赤子、不可能。子供を産めぬ体ゆえ大穴へ追放される。ああ。そんな。そいつまで守れる余裕はないぞ。現地の人だから穴に詳しいかも。それに見てこの体、すごいしなやか。どうするバズキャン？哥们儿吃草呢。道案内に困ってたんだ。心強いよ。
他可能也想到了自己的经历，不希望这个孩子被丢下。ここからだと大穴がよく見えんな。よし、登るか。不能往上爬，どうした？不能上升。なんだ？哦，太可爱了！ごめん、わかんない。なんじゃ。大穴。内部で投飯すれば食われると。死掉怎么就不算是吃掉呢？其实就是被深渊给吃掉。呪い。な？やっぱり道案内は必要だろ？说真的，这个哥们儿看上去要活不久了。さあ行っちゃおうか。黄金鏡。意気揚々という気分ではなかったけれど、かつてないほど鼓動は高まっていた。自分たちは黄金鏡を目指した決非心常的勇敢。故郷に人に捨てられた者たち、名もなき神を信じ、その源泉を人ならざる者に求めさまよってきた。哇，这就是凡人用到的工具。そして呪い、どれもたる要有阴影了，对这个地方。求めた厳しさ。きっとこの先に求めた源泉すらも。所以立刻他们可能会遇到他们嘛。外が見えてる。それに静かだな。渦の中央とは思えない。この匂い知ってる？こりゃあ、とこしえ港のいぶし港だな。そっか。ダンクツカは祝いでも葬式でもたくそうじゃねえか。まだ匂いが新しいよ。ボンドルドのやつがちょいちょい炊いてんだろ。ボンドルド。やつの目手安装上了。さあな、奈落の底を目指すだけじゃなかったようだが、次の2000年がどうとか。ま、今さら戻って聞く気にもなれねえよ。可能有跟时间相关的遗物。どうせ都合のいいことしか言いやがらねえんだ。そんなことより次だ次。毒はもういいだろう。おいら、もうちょっとだけお前らと先に進めることを素直に喜んでいてんだよ。ナナチ。まあ、目覗き見されたままってのも尺だけどよ。逆を言や、もはやそれしかできねえってこと。不会再寻死了。見せつけてやろうぜ。おいらたちの冒険をよ。啊哈！君が嬉しいぞ。おま、気配消して近づいてきやがった。ガグだ。くそ、こいつ変なこと覚えちまいやがった。これは潜り始めやがった。プルシカこすったら動いちゃった。冒険はいつだって突然始まるものなのよ。哦，这也太巨大了。全是尸骸。
真的像眼睛一样。なかなかつかないね。其实奥森他们那个基地也挺像一双眼睛。地図では何メートルくらいだったろうか。おいリコ、ちょっと来てくれ。祭壇の大事そうなとこでメイニャがうんこしてる。おお、なんと自由な。很松弛。汚しても平気なんか。私も実は耐えられそうにありません。小便か。両方。降りるまで我慢できそうもねえ。わかんない。座学で習ったな。排泄の間に命を落とすタンク使は相当多いと。リコ、6層には何があるかわからない。趁现在。やってしまえ。幸い、いぶし口も効いている。啊，哦，神圣的地方就。静かな分よく聞こえるな。コンドルド見てるか？これ啊，すまねえと思ってるぜ。你可好可爱。抜けるぞ。已经是黄金的感觉了呀。居然这下面还有云层。这是已经有人变成生孩了吗？誰もが求め、憧れ、夢見る黄金鏡。確かにそれはそこにあった。私たちはとうとうたどり着き、そして二度と再也回不去了。看着是挺梦幻，但肯定实则不是这么梦幻的。还蛮有意思的，这一季开头等于说是用另外一个部落国家，以他们这个小部队的出发向深渊前行来，就是开始这一季的故事。感觉他们这个部落在黄金乡应该会遇到利可他们吧，那个时候他们应该已经算是黄金乡的常住民了，感觉也像是有更多的叙事线加入到这个故事中，我觉得还挺期待的。包括就是新出场的这些角色，不管是那个红毛还是那个非常智慧的蓝眼睛白毛，我都觉得有一下抓住我吧。他们都是一群类似于是被遗弃的人，踏上这一段探险也算是他们类似于唯一的希望吧。我也很高兴我们这个最开始这小妹妹她能够逃离得了这个人渣吧，这个畜生能够开启一段属于他的旅程，能够去寻找他就是想去黑暗中看到的第一丝光，包括他和他收养的这个小妹妹的故事和他们之间的羁绊，无一不都吸引住了我吧。而且第一集的音乐就已经非常的顶了，而且他也确实付出了很多自己的努力吧。他们等于说是训练了很长的时间，他应该是在这个队伍中起到一个类似于医疗者的这么一个职责吧。包括就是他也身上带着这个罗盘，他们那个队长真的是挺有意思的，他一副感觉要活不长的样子，但是呢他感觉又非常的具有那种预知性吧。包括他还喜欢吃这种昆虫什么的，他有点让我想到那个漂流少年里面的那个印度人这个贝拉福。我真的是没有想到在来身边能看到这样画风都有点不太一样的美男吧。他也有烧伤，类似于半张脸吧，他应该也是曾经受过一些折磨的。我也很好奇他的这个一些背景故事吧。我也很喜欢他对红毛妹妹说的话吧，就是说这个美它其实是在于这个类似于是内在之眼的一种美吧，就是更像是一种意志上的美丽，是一种由内而外的自强不息，不甘就是受到这些屈辱之后还会继续奋起反抗，不让这种外面的不公或者说是压迫抑制住自己内心那种光芒。贝拉福的眼神真的是格外的清澈吧，他看上去应该也是在遭到一些酷刑之后依旧能够保持住这样子的坚挺的意志。
有一个比较疑惑的点在于，就是他们应该是很早之前，就奥斯城都还没有太建立的时候，就已经来到了这个深渊了。但是当时他们来到第5层的时候，那个时候整个就是波多尔多他们所在的类似于基地都是完全类似于是建好的吧，看着都甚至不像雏形，而是已经是完全体了。包括这个像眼睛一样的这个升降梯，类似于他们都是早就在这里存在了的。波多尔多他们来的时候应该已经就是直接可以用的。那这些东西到底是谁留下，或者说谁建起来，为了什么样的目的吗？我很喜欢最后的就是异地的衔接吧，他们这一段有去无回的旅程也算开始了吧，但是却有一种悲壮感。我很喜欢异地就是展现了一些他们在海底见到的这些巨大型的海洋生物吧。最震撼的还是最后出现的这个黄金箱，整个这个黄金箱就完全像是另外一个世界了。虽然充斥着很多像遗骸、一些遗址一样的建筑，但每一个都散发出这种如梦如幻的黄金般的颜色，再配合上这种光影的斑驳感，真的非常的壮丽嘛。当然这前面肯定有不少就危险了，像贝拉福他们小队已经有人像是成为生骸了吧，包括他们也已经有了那个白迪，那白迪是牺牲的是哪一个人呢？那这期视频就结束了，我们下期再见啦，拜拜。